はい、高田ホビーです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、前回に引き続きノーマルバズの改造をしていこうと思っております。今回の動画はですね、翼の両端を LED で光る構造にしようということで、改造していこうと思います。ですので、両端を木しばらしてるんですが、後々瞬間接着剤でくっつけるので、結構大胆にいっています。で、磁石で反応する、LED ライトを仕込もうと思っているので、コンパクトにライトがつけれる予定であります。正直この改造はですね、上級者向けというか、思い切ってですね、分解できる方向けというか、失敗を恐れない人だったらいいんじゃないかなと思います。で、こちらがですね、今回仕込んでいく LED ライトになります。緑と赤のものを仕込む予定です。頭の中ではイメージできていたのですが、実際に配線などが足りるかというところは分かっていなかったのですが、今回は問題なさそうですね。で、この部分に霧で穴を開けて配線を通していこうと思います。こんな感じで穴を開けてみました。で、この配線自体が細いので、意外とちょっとした隙間で通っていきます。で、ここの部分でですね、翼が落ちないように留めてあるので、ここを分解していきます。後々ここも瞬間接着剤でくっつけるので、ちょっと大胆にいってますね。というか、まともにばらそうと思うと意外と硬くて取れませんでした。ここはですね、もし今失敗しても新品が買えるということで結構大胆にばらしています。これはですね、企画なんで、新品をポンポン買えるかもしれませんが、皆様はバズは大事にしてくださいね。で、このタイプの翼をここまでばらしたの初めてで、こういった構造になってるんだなーっていうことが知れてよかったですね。で、今切り込みというか、ここの部分を切るんですが、この部分にですね、LED をつけていこうと思っております。ついでにですね、LED の線を通す筋を彫っています。さあ、ここからはですね、配線を通していきますが、うまく通っていくでしょうか。比較的反対側はですね、広い作りになっているので大丈夫でしょう。ということで、こんな感じで出てきました。そうしましたら、この細い線が通る筋を、また作っていきたいと思います。ここはニッパーでガリガリと見えない部分なので削っていきました。でですね、ここが結構大変で、うまく瞬間接着剤で、接着していかないと後々線が切れちゃったりするので、こんな感じで固めています。この時にですね、試運転をしないと大失敗するので、まず試運転をしてみます。こんぐらいの光量が確保できていますね。反応しない。大丈夫そうですね。そうしたら今度は反対側に緑の LED を仕込んでいきます。ここはですね、だいたいここら辺に通そうかなっていうところに穴を開けていますね。今度はですね、この今触ってる赤い部分を切ってなくしていこうと思います。で、これが LED の試運転の様子ですね。で、さっきの赤いところを切ったらこんな感じ。で、ここから削って仕上げていきたいと思います。つけてみるとこんな感じです。本来はですね、もうちょっと下の部分で LED が光るようになっているんですが、今回配線の都合上ここでとりあえずいいかなと思ってこんな感じでやってます。で、ここをつけるときにですね、線が引っ張られたり引っかかっちゃったりするようになってると、線がちぎれちゃったりするんで、ここが一番重要なポイントですね。ボタン電池が入った LED のユニットは先ほどのようにバックパックの裏側に、瞬間接着剤で固定してあります。で、レールをはめてみました。それで、ここでスケルくんの登場なんですが、こちら固まると透明もしくは半透明になるみたいなんですが、
それを LED のカバーの部分に使っていこうじゃないかということで買ってみました。ただし固まるのにはですね、1週間ぐらいかかるみたいなので、ちょっと動画の最終的な更新はちょっと遅れてしまうかもしれません。意外と柔らかいこんな素材なんで、意外と600円ぐらいで買えたんで、気になった方は買ってみてください。多少色を加えてあげると、色付きの半透明のものが作れたりするみたいですね。ただこの動画を作ってる時点の途中経過の話にはなってしまうんですが、ちょっと大きめに作らないとですね、水分が抜けていった時にちょっとちっちゃく出来上がってしまうので、ビタビタで綺麗に作ろうと思うと失敗するかもしれません。少し気持ち大きめに作ってあげるとうまくいくかもしれません。ここはですね、スケルくんを使えば LED を仕込まなくても、緑と赤の半透明のレンズみたいのを作ったりできるので、そちらだけやってみるのもおすすめします。スケルくんは今後も使っていくんですが、次使うまでに時間が空いてしまいそうなので、ラップにくるんでジップ付きの袋に入れて保存していこうと思います。これがですね、結構いい保存方法だと思います。この時にですね、なるべく空気を抜いてあげるようにしてください。今思えばフィラメントを保存する真空の袋に入れてもよかったかなと思っています。ここから固まるのに1週間ほどかかるということで、この動画はですね、一旦ここら辺で終わって、また次の動画で紹介しようかなと思っています。で、一応この粘土の固まってない状態でもこのように光るので、半透明ぐらいになってくれたら完璧かなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。